はい、おはようございます。今から話します。この話も100回聞いてくださいっていう話です。どんな話かっていうとですね、天の声を聞くっていう話です。で、決して難しい話でも何でもないんですけれど、人間には3通りの人間がいるんだよっていうことを分かってもらいたいんです。で、一つはですね、自分だけのことを考えてる。要するに自分からしかものを見れない人っていますよね。で、そういう人って意外と好かれないんだけれど、もう一つ、相手の立場になってものを考える人がいる。そうすると、こっちの都合はこうだけど相手はこうだよね。仕事でもそうね。自分の都合ばっかり言ってるんじゃなくて、やっぱりお客さんの気持ちも考える人っているじゃない。ね。で、その他にもう一つ、天に神様がいるとしてですよ。別に信じなくてもいいんですよ。だけど、もし天に神様がいて、自分を成長させてくれるんだ。成長させてくれようとしてるんだ。そうしたとき、起こったことすべてをありがたいと思えるような捉え方が必ずできるもので。だから、こんなことが起きちゃった。その時、自分が、神様がこういう問題を起こしてくれたとしたら、自分はそれに対して何て答えたらいいんだろう。これは本当に私事なんだけど、この前斎藤一人のなんとかかんとかっていう本が出てて、今までは本当に自分が書いた本だったり、お弟子さんが書いた本だから、一番私なんかが気にするのは何かっていうと、斎藤一人のって書いてあると、私のファンが本当にファッと買っちゃうんです。その時に、買った人に損をかけたらいけない。あんまりひどい本は出せないんだっていうことなんだけど、最近は全くそういうことを知らない人が自分の名前をつけて本屋からパッと出てきた時に、本当にびっくりするんだよね。でもその時に天の神様がいるとしたら、俺にどんな答えを求めてるんだろう。そうやって考えた時、出るべくして出たんだ。だから怒ることもできる、裁判に訴えることもできる。だけどいろんな答えを出した時、そんなことを望んでんだろうか。天の神様は望んでるんだろうか。それより、いい本書いてくれてありがとう、頑張んなよって言った方が、天の神様が喜ぶんじゃないだろうか。だからもちろん、天の神様役も自分でやるんだよね。で、魂が成長させてくれて、成長した答えを出すとには、自分が天の神様をやって、で、天の神様に対して自分が答えるんだよ。ね。で、ただそれを繰り返してるだけのことなんだけど、自分の立場、相手の立場、それ以外に、天がずっとこうやって上から見てる答えみたいのが分かってくると、いろんな違いが出てくるんだよね。話がもう全然飛んじゃって、これを言うことによって話が余計分かんなくなっちゃうか分かんないんだけど、西郷隆盛っていうのが、殿様から嫌われちゃってね、大島に流されてたことがある。奄美大島だと思うんだけどね、場所はよく忘れちゃったんだけど、その時に本当に島流しになってて辛かったんだけど、その時一生懸命その人勉強したの。完璧やなんか勉強して、もっとすごい人間になって出てきたんだけど、結局のところ、もしあの時に
本当にこう安政の大国っていうのもあったし、蛤御門の変っていうのもあったし、幕府がすごく強くなってた時代だから、もしあの時島流しになってなかったら間違いなく殺されてた。そうすると自分は本当はすごくなんつうの、島流しなんかあっちゃってって言ってたけど、その時が一番守られてたかもわからない。だから人間ってその時もう俺はダメなんだって腐っちゃう人と、そこで一生懸命勉強する人との違いがあってね。だから天がいくら味方してくれてても、腐っちゃったものは料理しようないからね。で、自分が自分を腐らしちゃダメだよ。だからおかげさまで俺も仕事がうまくいって、なんでこんなにうまくいってんですかって言ったら、自分のことしか考えない商人とお客さんのこと考える商人だったら、お客さんのこと考える商人の方が伸びるよね。だけどもう一つ、二方向から見るよりも天の上から見て、今世の中は何をしようとしてんだろう、神様がいるとしたら何を求めてんだろうっていうことを考えると、3箇所から見るとものすごく答えがすごく分かりやすいし、そういう起きてきたこと、人間があって今トラブルがあってた時なんかにも、今目の前にいる人が自分とそいつだと思うと腹立つけど、この人たちは天にやらされてるんだ、この人たちに自分が魂を向上するためにこの人たちがこういうことしてんだとしたら、自分の答えは何て言うべきなんだろう。で、必ずしもこれで全部が解決するとは思ってないんだよ。ただもう一方こう相手の立場になって考えてみなって言うけど、相手の立場になって考えてもわからないことってあるの。その時に天に神様がいて、自分の魂を向上させてくれようとしてるとしたら、何を求めてんだろう、何を答えればいいんだろうっていうことを考えると、意外とうまくいっちゃうことがあるの。で、本当にこの話、なんだかよくわかんない話かもわかんないけど、100回聞いてくれるとね、ひとりさんが言わんとすることが何か見えてくるはずなの。で、ひとりさんはそうやってやってるの。もう一個、常にこうやって、神様がいたら、神様役も自分でやるんだよ。それで、それに対して答える。で、三方方向から見ると、すごくわかりやすいよっていう一つの方法で、覚えておいてください。で、ぜひ100回聞いて、時々上から起きた問題を見ることをやると、すごく解決が早いですよっていうことです。以上です。はい、おはようございます。今から少し不思議な話をします。人間は面白いんだっていう話をします。で、人間っていうのをこう観察する、よく言うんだけど、この前ってだいぶ前なんだけど、香港行ったりシンガポール行った時に、街中にこうずっと座ってる人がいて、品が一日座ってるって、インドにもいるらしいんだけど、でそういう人って何してるかっていうと、ずっと大体人間を見てる。で、人間っていうのは本当にこう面白いから、人間を見てると面白いんだっていう話をして、で、人間を見てるとなんて面白いんですかっていうことなんだけど、例えばこの前面白い話があって、昔から行ってる床屋さんがあって、そこの床屋さんへ行ったら、うちのお客さん女性なんだけど、砂町の方から新小屋に住んでた人が砂町引っ越したらしいんだけどね、それが砂町引っ越して、その床屋さんがついてる神社の話をしたらしいんですよ。そしたらその人が砂町の
ついてる神社行ったのよ。要するにその床屋のお客さんがね、行ったのよ。あ、そうなんだ。そしたら混んでて、女性客がいっぱい来てて混んでて入れなかったの。だから帰ってきたんだ。で、これどういうことですかって。じゃあついてる神社に行ってないですよねって。要は入り口のところまでしか行ってないんだよねって。それで帰ってきたんだよね。で、これ話聞くとなんだか意味わかんないでしょ。ところがここが人の世の面白さなの。例えば私行かなかったのよとも言えるんだよね。でも行ったのよとも言えるんだよね。だってお店の前まで行ったんだから行ったとも言えるけど、入らなかったんだから行ってないとも言えるんだよね。でもその人は行ったのよっていう言葉を使ったの。ね、そうするとどっちでも行けるのに行ったのよという言葉を使った時っていうのは、自然の中で行ったと言った方が得だから行ったと言ってるの。ね。そうすると、ああ、ついてる神社って多少認知されてきたんだ。ついてる神社も本当に本当にジョークで作った神社なんだけど、最初のうちはあそこに入ると生きて出られないとかいろんなこと言う人がいて、そういうとこは極端なこと言うと1回か2回か行ったことある人でも、行ったことあるとないよな、間違えて入ったけど私入ってないもんとかって言うかもわかんないんだよ。で、人間って学校時代同級生とかいるじゃない。で、同級生がもし出世しちゃったら、あいつ俺友達なんだよとか言ったりするんだよね。だけど知り合いだったり中学校時代友達だったにもかかわらず、知らないよとかって言う人もいるんだよね。で、これは知らないって言った方が得だからなの。だからもし総理大臣かなんかになっちゃえば、一言か二言しか口聞いたことなくても友達だって言ってくれるかもわかんない。だけどこれが殺人犯かなんかだとすると友達だとは言わないよねって。同じぐらいの付き合いだったとしても、いや俺あいつは付き合いねえからとかさ、よく知らねえんだよとかいうことになるよね。で、ああ自分のこれも社会的認知を受けてきたなとかっていうのを、それが自然の声で聞こえる。要するに噂話とか、そういう噂話から判断して全ての現状を当てるという占いの方法があるの。で、今それの話をしてるんだけど、本当にそれ自体は面白いの。だから人ってこういう習性があるんだ。こういうことをするようになってんだ。で、そういうのを見てるといろんなことが分かってくる。で、ああなるほどな。例えば、織田信長っているじゃない。で、秀吉がいて家康がいる。そうするとこの織田信長と秀吉と家康ってのをこうやって見てると、人間の性質だけ見てると面白いなと思うんだけど、もう一個人間って人間同士で生きてるようだけど、天の摂理みたいのがあって生きてんじゃないか。例えば織田信長みたくものすごく危険な目に山ほどあってても死なないのね。本当に死なないんだよね。こうやって見てると、なんでこんな無茶苦茶な男に天が味方するんだろうって言うけど、戦国乱世が100年も続くと、もうそろそろ今度は平和な時代にしなきゃいけないんだ。
そうすると今までの既得権持ってる、まあこういうとこがしけども、ぐちゃ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 もう家みたいの建っちゃってて、ここを整理しようと思った時に、本当にブルドーザーぐわーっと持ってきて、地ならししてとかっていう荒々しいそのなんつうの、土木工事みたいのやんなきゃなんないって。で、それをやってるうちは生きてたの。で、それが8割方終わって、今度は建築、要するに破壊から建築という形になったら、信長は天の意向からちょっと外れちゃったから、ね、味方かなんかに取り囲まれてパッと殺されちゃったの。あれが、もっと前だったら、なんとかいち早く察知して闇夜の中を逃げてとかって言って、逃げ切っちゃったりするの。で、過去そういうもっと危険な目に遭ってるの。だけど、あの時は逃げ切れなかったの。ね。それで、信長はコロッと死んじゃったの。そしたらその後に土木建築だとかそういうことが大好きな人間が日本という国を秀吉みたいなのがどんどん作ったの。だけど家って大工さんが立派な家を作っても大工さんが住むんじゃないよね。ね。ちゃんとそこに入る人っているじゃない。で、その人が長く住むんだよね。それと同じように秀吉は1代かかって作ったんだけど、子供の代になったらコロッと負けちゃって家康みたいのが出てきた時に、家康みたい方が長い戦があった後はああいうなんつうの庄屋の親父みたいのんびりしたタイプというかね、そういう秀吉っていうのは土建屋の親父みたいなとこがあるからね、賑やか所持賑やかでやってたけど、戦の後はそういうなんつうの、まあ秀吉ちゃんっていうのはわーっと稼いで派手に飲み食いして、ね、姉ちゃんにこうチップやってるっていうタイプなんだけど、その次の家康みたいタイプの方が詩人としてはいいんだよね。そうすると変わった性質というのもあって、人間ってのは自分の力で生きてるようだけど、大きい意味でいくとそうでもないこともあるの。だから人間をずっと観察してると人間ってすごい面白いんだ。こういう時こういうことするんだとか、ああこういう時こうなのかって分かると、揉め事も起きないし商売もうまくいくし、あと天の摂理っていうのがあって、本当は信長も残虐非道であそこまで来ちゃったけど、もう天下を8割ぐらい取った時は自分がファッと脱皮してね、芋虫だって蝶に変わったりね、毛虫だって蝶に変わるんだから、いい加減まで来た時にすごく優しくなって、そうするとあれは天下を統一するためにここまでだからやってきたんだ、ね、だからあそこら辺まで来た時はもう人情をかけてあげてすると、だから本当に秀吉型に本当はなればよかったので、天下を統一した後は本当は家康型になればいいんだよ。だから人間って本当は変われるんだよ。でこの辺で自分が変わらないとダメだなって。16世で暴走族やってたってそれはいいけど、30になってやってたらまずいだろうっていうのはあるじゃない。だってやっぱし適当に変わっていかなかったら社会から落語しちゃうのと同じようにね。だから町の今暴走族だとかそういうのは慣れっつってんじゃないんだよ。もうなっちゃってたよ。これはもう若い時は許されるけど、ある程度年取ってきたらそうもいかないだろうみたいな。だからそれと脱皮していかなかったらいけないし、大きく言って信長だって秀吉だって脱皮していかないとダメなんだな。だから自分もそろそろ人格的にこういうふうに脱皮していこうみたい、良くなっていこう、だんだん良くなって愛を実践できるようにしていこうみたい、人間にこうなっていかないと苦しくなっちゃうんだな。でそれも人間を観察してると分かるんだよ。で天を観察してると分かるんだよ、ね、そうするとそういうことが分かってくると、ちらっと床屋さんで聞いた話、ちらっと何かした話の中からいろんなことを分析できて、でこれは実は占いというより分析学なんだよ。で自分のことを考えて相手のことを考えて、天は何をさせようとしてるのかってじっとこうやって考えるといろんなことが分かる。本当にこうやって考えてるとね、面白くてね。だからこのテープは100回聞いてくださいって私言わないんです。今100回聞いてくださいシリーズずっと撮って合間にこんな話するのはおかしいんだけど、これは好きな人は100回聞いてください。で
こういう話に全然興味のない人っていうのは、興味がないこと自体があなたの行くべき道じゃないから、人っていろんな道行く人がいるからね。全然行かなくていいですよ。これはもう、超高度な話なの。超高度な話だからね。別にそんなの興味ありませんという人はなくても生きていけるの。だけど、ひとたびこういうことに興味を持つと、人とは格も面白く、で、人の面白さが分かると、人生って面白いね。で、人生が面白くない人は人をよく観察してないんだよ。だって人生って人の集まりなんだもん。人の面白さが分かったとき、人生の面白さが分かる。たまにね、人の面白さを分かるために、もし一品だけ酒のつまみを取るとしたら何を取るって聞くとね、人って面白いの。マグロっていう人もいるし、ごぼう巻きっていう人もいるの。納豆オムレツって万人全部違うの。で、人って違うんだっていうことを覚えてると面白い。もしおかず1個だけ取るとおかず1個だけでずっと何がいいとかって言うと、おかず1個だけって10回ぐらい言ってるの。私、あれとあれとあれととか人の話聞いてない人とか、実にいろんな人がいて、1個だよって言ってんのに、それじゃあれとあれにしようかなとかって、まだ2つ言ってる人とか、本当にね、人ってね、面白いの。ははーって。で、そういうことで、人のことをよく観察する。そうするとね、面白いんだよ。で、意外と人っていうのはね、図抜けた、例えばベートーベンに興味を持つ人とか、織田信長に持つ人とか、いろいろいるけれど、あんまり図抜けて偉い人のことをなんぼ研究しようがね、森鴎外研究しようが、あまり森鴎外になった人とか、森鴎外より偉くなった人とか、そういうのもいないの。それより、自分の周りの人に興味を持ってごらん。で、周りの人を研究してみると、ものすごく面白いの。で、変えようとするんじゃないんだよ。興味を持ってずっと研究して、ああ、そうなのか。ああ、そうなのかっていうことが分かってくるの。ね。で、そんなことが分かってきたとき、本当にいろんな声が聞ける。で、これが世間の声を聞く。これの1回前に天の声を聞くってテープを入れたのね。で、これは天の声を聞くんじゃなくて世間の声、地上の声だな、声を聞く、そのうち気が向いたら大地の声を聞くっていうのも入れようと思うんだけど、今日は、世間の声を聞くっていう話です。どうもありがとうございます。気が向いたら100回聞いてください。ありがとう。